おはようございます。昼見る方、こんにちは。夜見る方、こんばんは。じじいです。今回は、こちらですね。入りきらない画面。これで入りきるか。ネオプレイヤー1さんのフェドラ解剖図ですね。こちらを開けていきたいと思います。というわけで、まずは、じゃあちょっとヘッダー外しちゃいましょうか。ネオプレイヤー1さんのヘッダーは、ホチキスが普通のホチキスなんで、これね、外しやすくて、ネオプレイヤー1さんのこのヘッダーは割といつも楽しみで、この絵がね、すごくファンシーで、いつも可愛いんですよね。で、今回裏にこれ、解剖だからでしょうね。内臓が散りばめられてますね。こうにね、解剖図で出ている感じのものが、ファンシーな感じで、これね、一瞬パッと見ると、すんげえ可愛らしいんですけど、もうなんか産業の文房具グッズみたいな感じなんですけど、よく見るとね、これ内臓なんですね。ヘドラのこの文字も。ここにもね、内臓とか血管とか、そういうのが織り交ぜられてます。面白い試みですよね。はい、で、ヘドラの絵も解剖図になってますね。今回もナンバリングがついてます。僕の持ってるやつだとデスゴジもナンバリングついてましたね。モスゴジとかヘドラカーとかはついてなかったんで、これがつく時っていうのは何か意味があるのかな？ちょっと今度聞いてみたいですね。このナンバリングがついてるものは僕はデスゴジとこれだけしか持ってないですね。なんかあるんでしょうね。ネオプレイヤー1さんのネオクラシックシリーズですね。古きものをオマージュしつつも今の時代を感じさせるものみたいな感じかな。雰囲気的にネオクラシックシリーズ。解剖バージョンとなってます。解剖しましょう、まずね。はい。いいね。もういいね。もういいよね。はい。ちょっと、軽く回しときましょうか。全体見えてるかな？もうちょい引いた方がいいかな。結構ね、大きいんですよ、これ。かなりでかいっていうかね、ボリューム感があるのかな。高さ的には、マールブル系のスタンダードより気持ち高いぐらいだと思います、背的に。ただ横幅がもうぷっくりでかいんで、すごいボリューム感ですね。感着もスムースで。面白い。パーツ構成がね、面白いですね。手はこう動くじゃないですか。で、体があって足なんですけど、足ワンパーツっすね。だから全部でこれ多分4パーツなのかな。足がすごい思い切りのいいパーツ構成。実際ね、ここヘドラの足、解剖だしね、動かなくてもいいですよね。これでいいと思います。なんか、ちょっと手が前習えみたいな。こんな感じのポーズ付けだけでも十分楽しめますね。こちら、ヘドラ解剖図なんですけども、これはじゃあ何をオマージュしたかというと、こちらですね、怪獣画法、ゴジラ対ヘドラ。こちらの本の中に、こんな感じで、ヘドラの解剖図が載ってます。見えるかな？これです。はい。こちらをオマージュしたものだと思われます。これ以外に、そのシートも入ってるんですけど、レコード、シングルかなんかにも、この解剖図の絵ついてたかな。よくできてますよね。解剖される側も同じ左手合わせてますね。こんな感じで、これをオマージュした感じのものになっております。で、今回のこの解剖図をオマージュした装備なんですけど、大正解だなっていうふうに思っていて、これ、普通だったらヘドラの、形を作って中にインナーパーツみたいな感じでやりがちだと思うんですね。こういうの作ろうと思ったら。もちろんそれもすごく楽しくていいと思うんですよ。やっぱインナーパーツの装備っていいじゃないですか。でも、解剖図の絵をモチーフにするなら、インナーじゃダメなんですよね。インナーだと、何でしたか ?CT でしたっけ？なんか体を身体検査するみたいな。あれだったりとか、レントゲンだったりとか、表があっての中が透けてる絵みたいになるじゃないですか。解剖図っていうのは解剖されて剥き出しになってる状態なんで、これは正解だと思います。で、僕ね、これすごいなと思ったのは、後ろがあるんですよ。後ろの解剖の姿があるんですね。で、さっきの絵をちょっと思い出してほしいんですけど、こういう感じになって、ここだけを解剖してあるんですね。
なんで、この後ろとか横とか作る必要がないんですよ。これを完全にオマージュするなら。でも、完全に半身を解剖しちゃってるんですね、これ。完全に解剖しちゃってるんですよ。ネオプレイヤー1さん作ってるんですね。解剖してるんですね。だから、ここについては、公式な絵がないんで、ネオプレイヤー1さんの中のフェドラの解剖図になってるんですね。こっちはこう、オマージュ的な作りになってるんですけど、横だったりとかは、これはもう完全にネオプレイヤー1さんの解剖図になってます。しかも、これ、2024年ゴジラ、版権取れてるんですよ。版権取れてるんです。いわゆる、もう公式ってものまでは言わないですけど、まあ認めてるんですね。これ OK だぞって。ここがまたちょっとこの装備の面白いところかなっていうふうに思います。でまあパーツ構成も大胆だし、でまあ何しろこれファンシーですよね。この見た目がすごく。ほんとなんか産業のお店にこう並んでてもおかしくないような感じって言ったらいいのかな。本当に可愛いです。僕が知る限りなんですけど、これ2回目なんですよ。一番最初に出たのが有楽町での個展でのマスコさん、もうヘドラ大好きなアーティスト。マスコさんカラーがファーストで出たと思うんですね。なんで、ネオプレイヤー1さん考案のカラーとしては、これがファーストになると思うんですよ。で、前回のもすごく良くって、まあ、こっち側が確かに黄色、いわゆるまあ、ブルマークヘドラをオマージュしたようなカラーになっていた感じで、あれもね、すごく良かったんですけど、今回のね、このカラーは、こっち側がまあ劇中のカラーイメージですよね。こう見るとわかるんですけど、すごく劇中寄りなカラーリングです。B 社さんのね、ソフビのカラーにも少し似てますよね。色使いがね、リアルな色使ってんだけど、色の塗り方がファンシーなんですよね。こう、点々点々ってこの入り方。この辺の感じがすごいね、たまらんすね。あ、たまんねえな、本当に。たまんないですね。はい。で、こっち側が、グレーの中にこういう、ちょっとこう、ショッキングな色をこう散りばめてるところがまた面白くって、でもさっきの解剖図の絵にすごく寄せてるんですよ。目の赤とか、血管の黄色とか、ところどころのこう刺さってるこう黄色とかね、この辺ってものすごく絵には寄せていて、でもこの中身のこのグレーの部分をブルーにしなかったりとか、完全にはあれと一致はさしてないんですよね。その辺の外し方もすごく面白いなと思いました。あと特徴的なのがすごく目で、ちょっとなんかデイジーっぽい花の目になってるんですよね。ヘドラの目といえば、まあ丸の目がありつつ、あとはもう、まあ劇中の星型っていうかザザザザってなってる目とか有名なんですけど、それをね、丸っこくしてちょっと、ほんとデイジーみたいな可愛い花になってるんですよ。で、確か前回の有楽町の時は、こっち側の解剖されてない側が普通の目だった気がするんですよね。おそらく、こっち側の目はブルマークオマージュにして、こっち側はデイジーにしたんじゃないかなっていう意味なんですけど、今回は両方ともデイジーになってて、すごい可愛さが強調されています。で、僕は勝手に思ってるんですけどね。で、これなんですけど、途中こう見ながら気づいた方もいると思うんですけど、これクリア成形なんですよ。これクリア成形にこんな塗装がされてるんですよね。こことか、これはクリアなんですよ。で、この血管部分のこことか、クリアなんですよ。ここもクリア。もうこれにやられてしまって、なんじゃこれと。ちょっとびっくりしましたね。造形的な部分なんですけど、すっげえ可愛らしくまとめられてます。このちょこんとした尻尾、まあ飾りやすいですよね。で、僕すごい気に入ったのが、今こう回してて思ったのが、このね、裏から見た姿で、足裏のここのこの丸み、尻尾のところ丸み、断ってなくてこう丸々してるんですよ。まるでこの目のね、お花のこうデイジーみたいな感じにすごく合わせてて、この下から見た姿がすごい可愛くて、グッときましたね、これ。で、ちょっと、
このね、なんかこのちょっとなんていうの、うまく言葉が見つからない。このなんだろう、ワンピースチックな感じっていうのかな。上からこうガバッとこう、まるでオバキューの白いの被ってるみたいな感じの雰囲気がすごくあるんですよね。足の短さと足をワンパーツにしてこうはめてるって感じで。本当に可愛らしくまとまってます。でも、ちゃんとヘドラの解剖図の形になっている。本当にすごいなと思います、これ。僕がそのネオプレイヤー1さんを好きになったきっかけっていうのが、なんかすごい大きい食玩だなっていう風に捉えて、ぐっとハマってっちゃったんですよ。で、今回もちょっとなんか食玩紹介するんですけど、こんな世界観なんですよね。これも食玩で、これ有名なシーンですよね。ブワーって飛んでく。ゴジラ対ヘドラの。これもこんな感じの食玩になってて可愛くないですか？はい。なんかね、こういう世界観なんですよ。ネオプレイヤー1さんって。それのすごいでっかいやつみたいな。すごくなんかでっかい食玩風味な可愛らしさっすね。僕このなんか横から見たこのヘドラの姿、ずんぐりむっくりな感じで、これが本当に可愛くて、なんだろう、ご機嫌ヘドラみたいな感じしません？すごいずんぐりむっくりな。このなんかちょっとこの後ろのこのクリアの3色ですよね。信号機みたいな。この血管書かれると、これなんか風鈴っぽくないですか？すごい。古典とかで少しお話をさせていただく機会とかがあって、やっぱ聞いてると、本当におもちゃが好きなんだなっていう方で、多分この人が作ってるからこういう面白いものができるんだなっていうのはすごく感じます。というわけで、ネオプレイヤー1さんのネオクラシックシリーズ解剖バージョンのヘドラの紹介でした。ぜひ皆さんもね、古典だったりとかそういったイベントとかで実際にネオプレイヤー1さんの装備見ることができると思うんで、この画面じゃ伝わらない部分いっぱいあると思うんで、ぜひぜひ皆さん足を運んで見てみてね、気に入ったらぜひ抽選応募とかね、してみてください。おすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。